東工大の村井と申します。よろしくお願いいたします。ハッシュタグの分析をしていたんですが、分析をしているんですが、理由はですね、通常のツイッターのコミュニケーションとは違う状況が災害時に発生するということで、今までのですね、フォロー関係に依存しないような情報コミュニケーションを取るための方法としてハッシュタグは有効ではないかというところが出発点になっております。ただハッシュタグですが、利用する上では非常にたくさん課題がありまして、ざっと挙げたところは、これでもまだ主なところだけなんですが、こういうものの一つ一つやはり解決していく必要があるということで、いくつかの分析を試みてみました。一つはハッシュタグをいかにしてどんなものがあるかということが全体像が見えないので量以下するか、それから新しくハッシュタグを作る必要というのが審査時には出てくるんですが、そういうものをどのようにして周知するか、あるいは周知がどのように行われていたか、それから、類似のタグがですね、次から次から出てきますので、そういうものを統合するとか構造化するとか、そのようなことがどのように可能であるか、それからハッシュタグを含むツイート自体はやはり全体の1割弱ということで非常に少ないので、これで果たして本当に情報がうまくいっていたのか、実際にどのように使われていたのかというあたりを検証したいと思っております。まず1つ目、視覚化なんですが、これはちょっと試みでやっているんですが、目に見える形でですね、各ハッシュタグがどのような位置関係にあるかというのを、例えばネットワーク表現などを使うと少し見やすいかなと思っていろいろやってみました。ハッシュタグが各ツイートの中で表記するものをネットワーク化したりですとか、あるいはハッシュタグの中に含まれているツイートの名称を分析しまして、非常に類似しているもの同士を結ぶという形でハッシュタグの関係性を見たことで、今自分が話したいことっていうのはどの辺りにあるのかなということを視覚化することが、例えば全体像を把握する参考になるのではないかなというようなことをちょっと考えています。それからあと、新規タグの周知なんですが、前回の中間発表で報告させていただきました、初期にですね、タイムラインのところがリツイートで埋め尽くされるという現象なんですが、ちょっと別の側面もありまして、累積でどれぐらいの方がですね、リツイートも含めてあるハッシュタグを使ったかということを見ていきますと、1日あたりですね、最大で約10万人の方が新たに発生したハッシュタグを使うという現象が見えてまいりました。これはハッシュタグ使っている方で10万人ですので、見ている方も含めるとおそらく数十万人の方が1日のうちに新しいハッシュタグを目にするという現象なんですね。なのでこれはひょっとするとうまくいけばいい方に活かせるんではないかというふうに思っております。またもう一つはですね、早いものに関しては新規タグっていうのは 2,3 時間で割と落ち着いてきまして、本来の情報共有が行われるようになります。遅いものでも数日後にはまともな情報共有ができる状態になります。のでこのタイムラグのところをうまく縮めれば、この数十万人に1日でアクセスできるという力は有効活用できるのではないかとですね。周知におきまして非公式のリツイートをしないというようなリテラシーの向上ですとか、あとは情報自体が多すぎるので、こういうハッシュタグにプラスアルファ、地域のハッシュタグをつけることで分割するということが重要ではないかと思っております。それからあとですね、ハッシュタグ類似のものですとか関係性のあるものの統合がどのように進めるか見たんですが、まずネットワークの方はですね、これは実は震災から3ヶ月後のハッシュタグの狂気ネットワークなんですが、ちょっと図が小さくて見にくいんですが、地域ごとのですね、地名のハッシュタグが連携して結びついている様子が伺えると思います。徐々にこのような形になっていくんですね。なので地域ごとの連携というものをハッシュタグに持たせるということが非常に重要である。それからもう一つは、これは1週間の図なんですが、アースクエイク、EQJP、地震、それから地震ですね。これ全部同じなんですが、徐々にですね、自律的に一つのものにまとまっていくというような構造があります。で、これらの自律的にまとまっていく方向性が今回見えましたので、そういうものを最初から公式のツイッターの方の方とかのご協力を得て、こういうものをするべきですというような形でやれば、よりですね、この統合に向けてのタイムラグというのがなくなって、効率的なコミュニケーションが行える段階が早い方から来るのではないかということを考えております。それから、これも部分的にやったものなんですが、ハッシュタグでどのようなことがですね、内容的に共有されていたかというのを、テーマ的によく使われていた安否ですとか311ケアですとか、あるいは JJ ヘルプミーとかっていうのと、あと地域タグとして、宮城と石巻というのでちょっと内容をですね、よくリツイートされているものに限って目で見てタグをつけて分類しまして、でそのタグのついているもの、重複でタグをつけたんですが、それは主成分分析かけまして、よく一緒になるようなクラスターをまとめて構造化すると大体このような形になります。主に災害情報ですとか救援ですとか避難生活リテラシー、あとは支援なんですがボランティアとか募金とかのはちょっと主成分分析だと外れまして、大きく5つのカテゴリーで、その中にこのようなカテゴリーが入るような形で表記する場合が多いというような傾向が見えてまいります。で、安否ですとか医療ケアとかっていうのは、一つのハッシュタグで大体収まるんですが、避難関係というのは、避難所の情報もあれば、避難所に物資が足りない、避難所に医療が足りないとか、あるいは避難所で安否確認をしたいというような情報がありまして、いろいろな形で分散する傾向があるというのが見えてまいりました。
また自治体名のですね、ハッシュタグ、例えば県名ですとか、あるいは石巻市の、地名でありますとか、そういうところでは主なものがですね、安否確認が非常に多い。はい、ありがとうございました。すみません。あとは申し訳ないです。時間きっちりでいかせてください。ごめんなさい。それではコメント、質問お願いいたします。じゃあ村井先生。自律的にまとまるっていうのはとても大事だと思うんだけれども、自律的にまとまるっていうのを今いいだろうっていうことだと思う。これは具体的には何か自律的にまとまるっていうことをエンカレッジするような加速するようなそういう方法っていうのは分析されてる。実際にツイートの中を見てみますと、こういう形で一緒に使いましょうというので、最初に表記するハッシュタグのパターンが変わってくるんですね。最初は西部、東北、西部、例えば宮城とか岩手とかって県名でまとまってるんですが、それが、例えば宮城と仙台をまとめましょうというような形にハッシュタグの表記のパターンが変わってきます。それじゃどうもありがとうございました。すみません。